基本的に関係性っていうのを結構大事にしていて、人間関係とか、集団の中でうまくやっていくのがもともとそんなに得意ではなかったので、関係性ということにすごく興味を持つようになって、歴代の6上とちゃんと並べられる作品を残したい、自分の表現する世界をやっぱ認めてもらいたいっていうのは間違いなくありますね。
父とか、祖父とかが、陶芸家やってまして、もともと親父が8代目になるんですけど、それの影響ですね。ただ僕一回普通にサラリーマンやってまして、始めたのが28歳なんでちょっと遅めではあります。結構珍しい経歴なんですけど、銀行員やってたんですけど、銀行でずっとやっていくのはちょっと違うなってなって、でそれを思った時に親がそういう陶芸やってたんで、何らかの形で関わることができたらなっていうふうに思って戻ってきたっていう感じですね。ただその時は作家になるとは全然思ってなかったんですけど、初めはどちらかというと実家の工房の経営をやろうかなみたいな感じで戻ってきてましたね。ただなんか作ってるうちに自分でやっていきたいという気持ちが強くなって今に至るという感じです。造形でやってることをこっちにも落とし込みたいっていう気持ちが結構最近強くって、マグカップとか急須とかそういうのに関してはかなり塊感みたいなのを意識するようになってて、器とかに関しても中心への引力みたいな、なんか視線が集まるポイントみたいなのを作りたいなみたいなのは最近思ってるところで、結構なんかそういうのは割と意識してますね。あとは釉薬の減少の強さとかをもうちょっとなんか取り入れることでもうちょっと強くできたりとかするんちゃうかなみたいなのは思ってて、形とかは基本的にはやっぱり使いやすい形とかっていうのはかなり意識していて、器としてのベースは崩したくなくって、その制約がある中でどう表現するかみたいなのが、結構面白いところかなっていうふうに思っていて、ちょっと足りないぐらいがちょうどいいみたいな感じでなんか教えてもらってたんですけど、今はちょっと割となんかモリモリでなんかモリモリとまではいかないんですけど、ちょっと足りないよりかは強めの感じで出してることが僕は多くって、でもちゃんと料理も映えるみたいな、そういうところを一応目指してはいますね。自分ではなんかここはこだわりたいっていうところは認識してて、一つは釉薬の減少の強さと、もう一つは塊感みたいなのを結構大事にしていて、食器でも、作品でも単体としてちゃんとなんか存在感を放つものをなんか作りたいっていう気持ちが結構強くて、自分の大事にしていることとか、興味持ってることとか考えてることをなんか一番ダイレクトに表せるものというか、自分が思ってる以上になんか自分がしっかり出るものやなって思ってて、ものづくりって、あの時こういうことを思ってたなみたいなことを後から見返してみたら、なんかこうやったこうやったみたいなこととかもあったりとかするんですけど、結構なんか自分の思ってなかった自分まで全部出てしまうものというか、どこを主役にしたいかを一番初めに考えるんですけど、例えばなんか貼っててそこを生かすためにはどういう形がいいかなみたいなのを考えてっていうのが多いかもしれないですね。食器とかでも初めにちょっと絵描いたりとかすることもありますし、特になんか食器の場合やとやっぱり使うっていうのが必ず入ってくるんで、その制約があった上でなんか自分の表現したいことをどこまで表現できるかっていうのを結構大事にはしています。僕は基本的に関係性っていうのを結構大事にしていて、人間関係とか、集団の中でうまくやっていくのがもともとそんなに得意ではなかったので、関係性っていうことにすごく興味を持つようになって、それもあってちょっと大学は心理学勉強できるところに行ったんですけど、例えばそうですね、こういうパーツ組み合わせてるものになると、それぞれのパーツの関係性があって、かつ一つの作品としても成立するみたいなのをちょっと目指していて、こういう単体の作品になると中からのエネルギーみたいなのが外側の皮膚にどういうふうな影響を与えているかっていうのを表現したいというふうに思っています。
やっぱでも作品ですかね。歴代の六上とちゃんと並べられる作品を残したいちっちゃい頃からなんかまあ親父の展覧会とか見に行ったりとかしてたんですけど、まあそういう時に将来が楽しみだねみたいなことを言われるんですけど、それがまたプレッシャーでそうですね。まあでもなんかやる前の方が正直プレッシャーとしては大きかったかもしれないですね。陶芸をやる前の方が。やってみたらまあなんかどちらかというとなんかものづくり面白いみたいな気持ちが徐々に変わっていく。プレッシャーはありましたけど、まあでもやっぱ承認欲求とかも間違いなくありますね。まあ自分の表現する世界をやっぱ認めてもらいたいっていうのは間違いなくありますね。学生時代いじめられっ子やって成功体験みたいなあんまなくってうまくなんかいろいろできなくって、まあ、銀行の時もほぼ毎日怒られてたっていうか、そういうのがあって陶芸始めた時に後がないみたいなところもちょっと初めあって、まあ、それで結構がむしゃらにやってた部分はあるんですけど、ここまでなんか頑張れたことって今までなかったからこれしかないみたいな感じにちょっとなってしまってる部分はありますね。僕もう一個原動力あって、うち代々続いてるじゃないですか。結構みんなすごいんですよそのプレッシャーみたいなのも結構原動力になってますね。名前を最終的に僕継ぐんで、名前が清水六兵衛に変わるんですけど、プレッシャーがもう結構すごい時期とかもあってそれも一個原動力ですね。もう一個は信楽でレジデンスやったっていうのがかなり大きかったですね。それ一昨年なんですけど、正直ちょっと背水の陣じゃないけど、なんかここでなんか周りのレベル見てもう俺あかんって思ったら造形的な作品もう完全にやめて食器行こうって思ってたんですよやけどいろんなアーティストさんとかと関わりながらやっていく中で、いやまだちょっと諦めるのは早いし、なんか方向性としては別に悪くないかもみたいな感じで思えて、その2つかもしれないですね。まあ、食器っていう意味ではその弟子入り行かしてもらってたっていうのが半弟子入りみたいな感じでしたけど、それもすごい大きかったですね。まあ、古典をそこの師匠が勧めてくれはって、それはむちゃくちゃ大きいターニングポイントでしたね。それ勧めてもらってなかったら多分古典やってなくってそれなかったら作家活動もしかしたらしてなかったかもしれへんなって思うんで、正直結果はさんさんたるものだったんですけどただなんかまあ、ちょっと合ってたのもあるんでしょうね、性格的に。まあ、もちろん手を動かすのも好きなんですけど、僕結構考えるのが好きで、次どうしようこうしようみたいなのをなんかいろいろ考えるのがよくって、それでまあなんか古典に出すと人の反応見たら大体なんとなくわかるというか、ちょっとこれあかんかったなみたいなんとかそういうのがねわかるんで、まあその時はすごいダメージ受けるんですけど、まあそこからまたなんか考えて次どういうのをしようみたいなをなんか考えられるから、もう半分武者修行みたいな